私は2つの州をまたいで、ネット恋人の彼氏にサプライズしようと飛行機に乗った。代わりにサプライズを受けたのは私だった。騒がしいスポーツバーで、作りの観葉植物の陰に隠れ、彼が友達に話す言葉を聞いていた。声がセクシーでも、リアルな写真を1枚も送ってくれないんだぜ。多分、超ブスなんだよな。彼は嘲笑を込めて言った。どっと湧く笑い声。あのキャンパスクイーンに振られてなかったら、こんな見知らぬやつの DM になんて返事してる暇ないんだけどな。それにさ、彼は続けた。ブスな上に、蝶がつくほど飢えてるんだ。会う前から商品確認だってんで写真を送れって要求してきやがった。友達の一人がクスクス笑った。マジで？実際送ったの？私の彼氏ライアンは得意げにふんと鼻を鳴らした。ああ。でも俺のじゃない。リアムのな。テーブルを囲んで一斉にうわーという声が上がった。ルームメイト？あの8インチって自慢してたやつ？マジで？ガチだよ。なんで嘘つく必要ある？ライアンはベープを一服、甘ったるい煙を天井へ吐き出した。リアムはマジでいいやつなんだ。俺が自分のを送りたくないの知ってて、進んで俺のデート代役になってくれたんだ。一瞬の沈黙の後、テーブルは大爆笑に包まれた。私も笑った。無言で苦い笑い。スタントダブルやボディダブルは聞いたことあるけど、デート代役は初耳だ。3分。たったそれだけで私はこの男のすべてを知ることができた。1、私は良い子だった。優しく、思いやりがあって礼儀正しい。前向きで明るく、勤勉な学生。はあ、そうね。それは親やその友達の前で演じる私のキャラクター。本当の私は、反抗的で口が悪く、常に奔放な考えが頭を駆け巡っていた。恨みは宝くじの当たり券のようにしっかり握りしめ、私の逆鱗に触れるのは本当にやめた方がいい。そして私は飢えていた。あらゆる意味で。高校卒業後の夏は TikTok をスクロールし続ける時間に曖昧に過ぎていった。親指は絶え間なく流れる美男たちの共演を次々とスワイプしていく。細身のアスリート、太陽のように爽やかなイケメン、冷たく陰鬱な大学院生全員にいいねをし、すべて非公開コレクションに保存した。眺めることは欲することに変わった。欲することは実行することになった。だから私はネットで彼氏を作った。ライアン。一つ年上ですでに大学生。プロフィールによると、身長は6フィート2インチ、家が立ちそうな広い方と、洗濯物を干せるほどくっきりした腹筋。そして何より重要なのは8インチ。そんな男を見つけることは、ジャックポットを引いたような気分だった。私は有頂天だった。最もクレイジーな点は？彼は私が合格したばかりの大学に通っていたこと。運命のように、まるで宇宙が私たちのラブストーリーを書いているかのように感じた。もちろん、彼には全く気づかれていない。私は秘密にし、新学期の最初の週に大きなサプライズを計画していた。神秘性を保つため、顔が写った写真は一枚も送らなかった。ただ、私の手や影、後頭部のアーティスティックなショットだけ。これには彼はおかしくなりそうだった。電話でブスッとした声で私が本気でないと愚痴をこぼした。彼の実家は私の町からバスでわずか1時間足らずの距離だった。だから何週間も彼に文句を言われた後、私は自分で距離を縮めることに決めた。2、彼の名誉のためにも言うと、ライアンは私に安心感を与えてくれた。頻繁に連絡をくれ、友人と遊んでいるバーの名前さえ送ってくれた。彼から聞き出す手間が省けて助かった。
スマホの GPS に従い、点滅する青い点に導かれ、混雑したスポーツバーザダウトにまっすぐ向かった。ネバつくテラスには何十ものテーブルがぎっしり並んでいたが、私はすぐに彼を見つけた。実際に会うと、さらに見栄えが良かった。真夏の盛りで空気は暑かった。暖かいそよ風がテラスを吹き抜け、私は頬がほてるのを感じた。深く息を吸い、歩み寄ろうとした。その時、聞こえた。ライアンはビールジョッキをテーブルにドンと置き、表情は嘲笑に歪んでいた。声がセクシーでも、リアルな写真を一枚も送ってくれないんだぜ。多分、超ブスなんだよな。私の足はアスファルトに釘付けになった。頬の赤みは消え、氷のように冷たさに変わった。それから彼は続けた。どうせただの遊びだし。あのキャンパスクイーンに振られてなかったら、こんな時間の無駄はしてない。それにさ彼はこっそり話すように身を乗り出していった。ブスな上に蝶がつくほど飢えてるんだ。俺に写真を送れって要求してきやがった。私は唇を噛み、脇で拳を握りしめた。自分のサイズを自慢し、見たいかと聞いてきたのは彼の方だ。もちろんイエスと言った。そんなこと言わない人いる？でも今、彼の話の中では、私が必死な女になっている。やじ馬の声の中、誰かが質問した。マジで？実際送ったの？ライアンはふんとうなり、口元ににやりとした笑みを浮かべた。ああ。でも俺のじゃない。リアムのな。一斉にマジかよ、嘘だろという声が上がった。ルームメイト？あの8インチって自慢してたやつ？マジで？ライアンはうなずいた。ガチだよ。なんで嘘つく？彼はまたビールを一口飲んだ。リアムはマジでいいやつなんだ。俺が自分のを送りたくないの知ってて、俺の A とデート代役になってくれるって言ってくれた。テーブルは一瞬沈黙し、これを咀嚼すると全員がどっと笑い出した。ありえねえ。ってことは、ずっとくんと話してると思い込んで、実は君プラスもう一つ別のものに興奮してたってわけ？またしても、歓声とヤジが飛び交った。ライアンの眉が潜んだ。恋愛じゃない。ただの遊びだ。彼女は基本的にリードにつながれた子犬みたいなもんだ。楽器が始まったら、そのブスの顔も見たくなくなるよ。その時までには言葉でさえももう傷つかなかった。私の頭は完全に1週間前に私の DM に届いた。衝撃的で息を飲むほどの完璧な一枚のイメージに占められていた。彼の名前は何だっけ？ああ、そうだ。リアム。3。家に帰るバスの中で、私はライアンのインスタグラムをスクロールし始めた。それは彼自身のエゴの記念碑のようなものだった自分の写真が何百枚も、他人の写真は1枚もない。私はため息をついた。どうやら、このリアムという人物が実際どんな顔をしているか見るには、学校が始まるまで待たなければならないようだ。私はこの事実について一瞬悲しんだが、すぐに TikTok を開き、私のイケメンコレクションをスクロールした。バスが駅に到着すると、私はキャンパスインタビュー動画をスワイプした。タイトルはあなたのキャンパスクラッシュは。別に興味はなかったし、スワイプして次に進もうとした。だがその時、名前を聞いた。リアム。自動音声が私の降車駅を告げた。私はカバンをつかみ、ドアに向かい、イヤホンの音量を最大にした。確かめるために3回再生し直した。聞き間違いではなかった。そして大学名も一致した。私の頭にはすぐにあの写真がよぎった。キャンパスクラッシュのリアム。彼、ワイルドな面があるんじゃない？ 4. 新学期が近づくにつれ、ライアンはますますよそよそしくなった。
私のメッセージは数日間既読のまま放置された。私は歯を食いしばった。もしまだ彼が必要でなかったら何週間も前にブロックしていただろう。その夜、一方通行のメッセージ履歴を見つめ、私は最後にもう一度必死そうなスタンプを送ることにした。今回は彼はほぼ即座に返信した。なあ、聞いてくれ、これもうまくいってないと思うんだ。友達にはなれるけど、俺たちはまあ、そういうのやめよう。私はベッドの上に足を組んで寝転がり、顔にはシートマスクを貼り付けていた。メッセージを見て目が輝いた。ついに来た。顔全体に笑みが広がり、タイプした。どうして？私、何か悪いことしちゃった？彼の返信は典型的なものだった。いや、そんなこと考えないで。こっちの都合だ。私は目を向いた。もっと陳腐な言葉はないだろうか？内心で彼をこき下ろしながら、私は計画を実行に移した。私の気持ちを気遣わなくていいよ。私があなたにふさわしくないのはわかってる。あなたは素晴らしい人と一緒になるべき。幸せになってね。彼のエゴが電話越しに膨らんでいくのがほぼ感じられるようだった。彼の罪悪感と虚栄心が戦っている。少し間を置いて彼は返信した。君はいい子だよ、ゾーイ。もっと自信持て。マジで悪いのはこっちだ。そして魔法の言葉が続いた。もし何か望むことがあったら遠慮なく言って。何でも叶えてあげる。私の心が躍った。マスクを顔から剥がし、バッと起き上がり、通話ボタンを押した。彼は出た。私は効果を狙って鼻をすすり、少しすすり泣くような声を混ぜた。本当に何でも？ああ、もちろんだよ、彼は真剣な声で言った。ルックスにはあまり自信ないんだろうなって思ってたけど、それでもいいんだ。俺はそういうの気にしないから。もし会いたいなら、今すぐ車で向かうけど。じゃあ、新しい彼氏を紹介して私は彼の言葉を遮った。彼の自己満足な独り言に付き合う根気はなかった。彼は黙り込んだ。3秒後、ようやく一言発した。は？5。私は長い芝居じみたため息をついた。ライアン、あなたの写真を見た瞬間、私たちが本当の関係になれないって分かったんだ。あなた、すごくハンサムだもの。あなたみたいな人が、私みたいな平凡な女の子に惚れるわけない。友達でいられるだけでありがたいんだ。彼の心にあったであろう怒りは一瞬で消え、新たな哀れみと自己満足の波にとって変わられた。ゾーイ、そんなこと自分で言わないで、彼は熱心な声で言った。君は素敵だよ。俺のルームメイトを紹介するよ。どう？彼もいい男なんだ。キャンパスで女子にめちゃモテるけど、誰にも振らないんだ。見た目だけじゃないんだろうなって思うと、ライアンは一生懸命売り込むように付け加えた。2人で話してみたら？気が合うかもしれない。私は一瞬ためらい、それからまた柔らかいため息をついた。わかった、試してみる。それから思いついたように聞いた。で、彼の名前は？リアム。リアムって言うんだ。ビンゴ。私は勝ち誇った笑みを隠し、声をためらいがちで小さく整えた。じゃあ、彼の連絡先そうってくれる？追加するから。それとライアン？ありがとう。彼は安堵したようにクスクス笑った。なーに、友達だろ？6。10分後、リアムと私はつながっていた。すぐに彼のプロフィールをクリックし、心臓がドキドキした。彼のフィードは真っ白だった。プロフィール写真はデフォルトのアイコン。まるで全くの新規アカウントのようだ。ライアンが私をからかってるのか？
疑念が膨らみかけたとき、一連の通知がポップアップした。やあ、ゾーイ。リアムだ。ライアンが君を俺に紹介すると言ってた。恋人候補としてね。実は最近恋愛関係について考え始めてたところで、試してみてもいいかもと思ってる。でも、君のタイプじゃないかもしれないのが心配だ。まず写真を何枚か送るよ。それを見てから進めるか決めてくれていい。私は下唇を噛み、指を画面の上で宙に浮かせた。息を止めて最初の画像をタップした。私の瞳が開いた。普通のハンサムな男でも胸が高鳴るなら、リアムは静止画でも十分めまいがするほどだった。息を飲むほど美しかった。私はキャーッと声を上げ、10代の少女のようにベッドのマットレスを足でバタバタと蹴った。ちょうどその時、ライアンからのメッセージが届いた。なあ、リアムは結構付き合いにくいタイプなんだ。誰にでも冷たいし、完全な一人ぼっちだ。反応が薄くても気落ちしないで。積極的に行かないと。先ほどリアムが送ってきた新たな写真の数々を見返した。どれも上半身裸で完璧に鍛え上げられた体育を見せつけている。冷たい？一人ぼっち？私の立場から見れば、もしこの男がクジャクなら、尾羽を広げすぎて今にも折れそうなくらいだ。7. リアムの写真をすべてスマホに保存することに夢中で、返事を忘れていた。彼は沈黙に耐えられなかった。気に入らなかった？多分角度が悪かったんだ。みんな実際に会った方がいいって言うんだ。会おうか？こっちから行くよ。私は眉を上げた。彼、熱心だな。ネットで読んだんだけど、ネット恋愛で実際に会うと、物事が信じられないほど早く進むらしい。中には初日でベッドインする人もいるって。私はまだそこまで準備ができていなかった。考え事をしているうちに、誤って非表示アルバムを開いてしまった。中には1枚だけ写真があった。顔が熱くなった。口が急にカラカラに乾いた。氷水を一杯飲み、返信をタイプした。気に入ったよ。すごくハンサムだね。急いで会わなくていいよ。実は同じ学校になるんだ。私、合格したばかりなの。数日後にはキャンパスで会えるよ。送信すると、チャットは一瞬静かになった。それからスマホが振動し始めた。電話に出る前に咳払いし、声をいつもより少し高くした。もしもし？低く、だらりとした声がスピーカーを通じて、まっすぐ私の耳に流れ込んできた。やあ。リアムだ。心臓が一瞬止まった。熱くなった耳たぶに触れ、囁いた。知ってる。で、彼は低いうなり声のような声で言った。僕たち、今彼氏彼女？私は自分の質問で返した。でも、私がどんな顔か知らないじゃん。もし私がブスだったら？がっかりする？しないよ、彼は一瞬のためらいもなく言った。私は頬を膨らませた。ライアンもそう言ってた。そしてどうなったか。私の沈黙を感じ取り、リアムは再び口を開いた。今度は声が柔らかくなっていた。ゾーイ、嘘はつきたくない。本当のことを言うと君のこと、前に見たことがあるんだ。え？前に見た？どこで？彼みたいな見た目の男？覚えてるはず。頭がぐるぐる回っているとリアムが続けた。こんなに急いで決めたがってる理由は、数日前に君が彼の町に行ったって知ってるからだ。君がライアンに会いに行ったんだろ、多分。私はさらに混乱した。彼、私が言ったことすら知らないよ。どうやって知ってるの？彼のそばで少し間が空いた。
だって彼は静かに言った。彼、ネット中であなたを探し回ってるんだ。8、リアムがリンクを送ってきた。私は眉を潜めてクリックした。少しぼやけた写真のインスタグラム投稿に飛んだ。その中で私はタクシーの後部座席にいて、額を冷たい窓ガラスに押し付け、街のネオンの光が顔に筋を描いていた。どこか寂しい美しさがあった。キャプションにはこう書かれていた。緊急この子を探して。7月7日夜、ダウンタウンのザ・ダウト付近で見かけました。今まで出会った中で最高に素敵な子です。タクシーを追いかけましたが、追いつけませんでした。どなたかこの子をご存知でしたら、ぜひお願いします。一生の恩人になります。最後の一行を見て、私は鼻で笑った。カレンダーを見た。新生活開始まであと1週間。楽しくなりそうだ。